最初の方は青森の国際芸術センター青森 ACAC の時に「もや」ってタイトルを外の作品につけたんですよね。これとは全く全然違うんですけど、その頃っていうのはやっぱその水蒸気っていうか水が空から降ってきて、でまた上がってっていう間の循環のところで自分たちが生きていて、その時はまだ3.11まだでしたけど、ケミカルなものもすごい降ってきててっていうようなことを思っていて、作品を作ったらちょっと山にあるんですよね。でそこではもうすごいもやで、もう1メートル先も見えないぐらいの夕方降りてきて、降りたらもう何ともなくて、でそこがもやって呼ばれてるとこで、もやヒルズっていうのもあって、もやってこういう字なんだみたいな、もちろん違う字も書きますけど、もやってこういう字でも書けるんだなと思って、ぴったりだなと思って「もや」っていうタイトルをつけたんです。最初の頃は本当に閉ざされた池みたいな、水の中の池みたいなものを光を内包した鉄で作りたいなと思ってて、ずっと作っていて、だから降り注ぐものたちとか降り注ぐものっていうのはもうなんか結構それも展覧会タイトルとしても使ってるし、何かが降り注いでいる私たちのこの場所みたいな感じで、だから水とか光とか、自分たちがっていうか、私が生きてるこの世界をこういうものなんじゃないかって思って作ったものをこう置いてどうでしょうっていう感じですかね。だいたい私が仕事をするのは溶断っていって、火を使って鉄を切る、こうシューってガスで切ることがもう 99% で、その切っている時に鉄をこう火で温めると、だんだんこうオレンジ色から最後こうなんていうんだろう、夕日とか朝日ぐらいのオレンジ色になって、もっとずっと火をこうつけてると、こうなんだろう、昼間の太陽みたいな白い光になってくるわけです。でそれを見ながら作っていて、で私が何十年やってんだろう、溶断をずっとやってるのって、やっぱり溶断というか鉄を切る作業が好きだからなんだと思うんですよね。そうじゃなかったらなかなかずっと1日10時間とか8時間とかそのぐらいずっとやってるわけで、その作業をやりながらなんか鉄って綺麗だなと思ってる。だから今まで切れてたのかなと思うんだけど、その鉄を火を離して見ていると、こうお面、緑色のこうお面やってるんですけど、こうバッと上げて鉄がこうオレンジ色からだんだん冷めていくのを見てると、そのうなぎ屋さんでこう炭とかもなんか周りがオレンジ色なんだけど、だんだん中冷えていくと中がオレンジ色になって、ふーってこう光が中に入っていくみたいな感じだから、鉄も12ミリとか24ミリとかの厚さになると、そういうふうに中に光がずっと見てると残って、なんか半透明に見えるんですよね。で私にとってはだからその鉄っていうものが半透明な金属だなっていうふうに思って、それでそういうふうな半透明な鉄を使って半透明な空間を作りたいなと思ってたんですよね。それが寒天とかそういうふうなタイトルになったんだと思うんですけれども、半透明っていうのがすごいその頃好きでしたね。でもそれ私は言葉として分からなくて、ずっと透明なんです鉄はとか言ってて、で使ってから10年ぐらい経ってから、私が言ってるのは半透明ってことだなっていうのがやっと分かって、この頃は半透明って言ってます。
武蔵野美術大学の彫刻科で 1,2 年は塑像なんですよね、その頃って。もう今はそんなやんないですけど、粘土でこう作ってて、3年になった時に A カリキュラム B カリキュラムって、 B カリがその実在というその頃は言ってましたけど、そこからやっとなんかいろんなことやってよくて、でそこで鉄でなんか30センチ立方みたいのを作れみたいなことをやらされた時に、なんかその頃からやっぱなんか細い線材みたいのを使いたくて、そうすると鉄って例えばそれが紙だったり、なんだろう、石でそういう風な線を作るのも難しいし、木で作るのも結構大変なんですけど、それをこう例えば2メートルの高さで上ピッてつけたらもう立つみたいなのって金属しかなくって、かつステンレスとかアルミっていうのはこう熱をかけても色が変わらないんですよね。銀色のままなので、突然くしゃっとなったりする。でも鉄はそこにこうなんだろう、キャンプファイヤーが好きなみたいな感じで、見てるとやっぱりすごく面白い。で安かったで鉄いいなと思って、で最初に割り箸状みたいなものをこう線で3本2本じゃダメなんですね。それを3本使ってこう立てた時に中に空間ができて、ああなんかこれなら私できるかなみたいな。でそれまで私が彫刻家になりたいって思ったのってその瞬間かもしれないっていうか、その時に初めてこう立体になったみたいな。あとなんかその頃は塊みたいなものに全然興味がなくって、なんか風がふーって通るようなものがいいなって思ってたんですよね。まずその線のものを板を買ってきて、板を買ってくる前に丸鋼とか角棒っていうのが売ってるんですよね、フラットバーとか鉄材屋さんに。でそういうものを買ってきてつけてたんだけど、なんかこう違うなと思って、でやっぱドローイングするみたいに自分で切らないと私の線にならないなと思って、サブ6番とか48番とかいう鉄材を買ってきて切り出したと。で切って使ってたんだけど、なんかそれもなんていうのかな、顕微鏡で見たらきっとこの線って点のこう集まりなんだろうなと思って、で丸を切ってそれをこうなんていうの溶接して線にするっていうことからだんだん円になっていったんだと思います。私の体の中の分子みたいなものであったり、その辺にこの辺にある何かものだったりとか、全ての始まりの点みたいなものですかね。例えば線を作るにしてもこうちっちゃい丸を作ってそれをこう棒にしていくとなるとものすごくいっぱいいるんですよね。だから私が買う鉄材は、だいたいこれは薄いですけれども、これ6か9だと思うんです、ミリがねなんですけど、だいたい12ミリを使っていて、それの5等版っていうベニヤ板でサブ6番ってあるでしょ。サブ6の上が48で48の上が5等なんですよ。で5等っていうと3メートル ×1.5 メートルで、それが12ミリだと1枚で468キロかな、そのぐらいのもので、それを鉄材屋さんにこうお願いしますって言って行って、で私のアトリエは天井クレーム何もないので4トン10トンで行きたいけど4トンしか入らないんですよ、道が。4トンユニックを手配して4トンユニックで取りに行ってもらって、4トンユニックで1枚ずつ下ろして、なんとか手でそのエジプトのピラミッドじゃないけどコロとかバールとかでなんとか入れて、でそれを切らないともう出ないっていう感じですね。例えばこの作品を作るとかこの展覧会っていうとそれ用に買って鉄をで切るっていうかで、山になストックっていうか、そう山になったその丸とか円とかを私がこうバーッと仮付けして形を作ってって、これとかだと例えばこういう細い丸をいっぱい作っといて、でどういう形になるか分からず作り出すっていうか、こんな感じかなみたいな感じで、下の辺からこう作ってって、でこの辺の高さになったらこれでいいかなみたいな感じで終わるって感じだから、この丸が余ったやつは少しあるけれども結構全部使っちゃう感じですね。これは
なんだろう、このまま美術館に持ってっておけばいいだけだけど、他の作品はそのパーツで持ってって少なくとも10トン乗るぐらいの大きさには切っとかないとっていうか、だからトラックに乗ってかつ美術館の搬入口に入る大きさを調べておいて、例えば2メートルかける何メートルみたいな感じでやって、それで入れてから美術館の中で溶接して、溶接っていうのはつけていくことなんですけど、でつけてそれでバーッとやってから1ヶ月した後全部グラインダーで切って持って帰ると。だからなんかすごい面倒くさいことやってるっていうか、なんか自分で本当は私すごくこう面倒くさいこと嫌いなんですけど、なんだかそういうことをやる羽目になっていて、だからこういうふうにこうポンって置いて、ああいいなって思います。本当昔はすごい忙しい時に鉄板に一応チョークみたいな石筆でこう書いて切るんですけども、その私が書いたとこを切ってもらったことがあるのね、助手の人に、そっちで切っててただの棒だからと思って、でもねなんか違うんですよ、なんか許せないとか思っちゃってなんか違う線がとか思って、でもう一回切り直したりして、それは昔の千里万博公園にあった、国立国際の時の個展なんですけど、やっぱ違ったなと思って、それからは本当にもうちょっとした溶断でも絶対私がやるっていうか切るっていうか、やっぱそれ切るとやっぱりなんていうの、自分の責任だし、あと自分なりのこう線が出るって感じで、あんま変わんないですよね、ドローイングと彫刻っていうものは。ただこっちは3次元なんですけど、あんまり変わらないかな。プランニングにしてもこういうものもそうだし、部屋をこういうふうにするっていう時も、ドローイング書いてもプランニング書いても結局はその部屋に行かないとわからないじゃないですか。ものすごい天才的に分かればこっちからこう奥行きがあってこうとか分かるけど、そういうのは私分からないので、もう行ってからプランニングやめてこっちにするみたいなこともよくありますね。なんか普通にあってほしいんですよね。なんか舞台美術みたいなものではなくて、私たちがこう生きてるこの普通の世界に普通にあるようなもの、例えば椅子とかタンスとかと同じぐらいな感じであってほしいなっていうのはあります。この、ディープエッチングっていうのは銅版、普通にこう銅版画用の銅を傷がつかないようにこうビニールが貼ってある、ブルーの。でそれを剥がしてこうなんていうんだっけ、荒らしてみましょうっていうか、そういう腐食させてみましょうみたいなあれで、そういうことをやった人がきっとどっかにはいるんだと思うんですけど、あんまりやったことがないやつで、だからこれをアトリエに持って帰ってきて、それをこうカッターみたいなもので切ってペリ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 ってやって、だからすごいこう、あとはビニールがこう保護してるのですごい長い時間腐食できるんですよね。そうすると黒がものすごい熱い感じで、ちょっと触るとボコってなるぐらいなってて、いつもなんかなんだろう、彫刻から離れて描きたいんですけど、ドローイングをね、例えば版画もそうなんだけど、結局はなんか彫刻のプランじゃないけど、なんかそういう風になってるなと思って、これの左側のやつとかは珍しい方で、なんかそのモヤモヤっとした感じを描きたくて描いてるけど、でもそれが成功したのかなどうなのかなっていうのはあるんですけどね。なんかなんて言うんでしょう、彫刻家のドローイングっていうか絵画として描きたいなっていうのはすごいあって、版画の時も結構頑張ってこうやってみるんだけど、意外となってなくて、やっぱり彫刻的絵になってるなって感じはします。やっぱりその呼吸してるっていうか鉄が、そこが大事なんだと思うんですよね。
山の中にこれを置いてここに何かこう塗料が入ってるともう完璧に人工物だなって思うっていうか分かっちゃうんだけど、それがないと、この辺は全然私が切ってるから人造物なんだけど、そういう感じがあんまりしないっていうか、大分の美術館に一回すごく大きいものを置いたことがあって、外に。で次の日に見てから帰ろうっつってちょっと遠くから見たら全然発見できなくて、もう取られちゃったのかなってみんなで思うぐらい木にこうなんていうの溶け込んじゃって見えないっていう、それが鉄の良さかなって思います。これは美術館に入ったからいいけど、なんか野外にあるものってすごくこう主張あんまりしてほしくないなって私は思うので、ピカピカとかキラキラとかそういうふうな彫刻じゃなくて、なんか普通にあってほしいなと思うので、そういう意味でも、あんまりこう塗料塗りたくあんまりっていうか絶対に塗料塗りたくないなっていうのはあります。もうその切ってる時はいい丸を切ろうとか全然思ってないです。なんかただただ何にも考えずに切ってるって、そこが大事っていうか、だから作品を最後にだから一か八かで美術館にパーツだけ持ってってパッと作って失敗ないんですかってよく聞かれるんですけど、ないんです。それは失敗も成功も約私にとっては同じだから。だからすごい着地点が大きくって、ここに入んなきゃなんないんだったらこれ以外は失敗だけど、私の場合はその時までにものすごく必死で溶断していれば、この辺例えばだから2023年の4月3日の私は必死でこれを作ったからこうなりました。でも1ヶ月経って作ったら変わるだろうなっていう、この時の一番私が必死で作ったのもこれですっていうことで、だからそれがベストとかそういうのはあんま考えてないです。その島に私が島の人だったらなんか突然こんなビエンナーレで人がいっぱい来て嫌なんじゃないかなってちょっと思ったんですよね。でそりゃ、経済効果はいいかもしれないけど、すごいこうほのぼのと暮らしてたところにいっぱい人がわらわら来てバスも通って、そういうことで孫が帰ってきたり子供が帰ってきたりってことでいい面ももちろんあるけれども、だからその、瀬戸内芸術祭の時は3年はとにかく置きますと。でだけど3年経って嫌だっていう意見の方が多かったら取りますっていうことで作ったんですよね。でしかもその唐戸岡っていう集落なんですけど、そこの人たちと一応なんて言うんだろう、私が例えばちょっと自分家の庭に出てなんか変な彫刻が見えたら嫌だろうなと思うんですよね。だから私は精一杯ここにこれがあったらすごくいいと思うっていうものを作るけど、でもそれが受け入れられるとは限らなくて、でそういうことをやっぱ彫刻家とかの人はやっぱもっと考えるべきかなっていうのもあって、で毎年1回必ず毎年1回っていうか23回行ってるんですけど、お大師様のお祭りの時に婦人会で一緒に小豆飯作ってそれをこう配るみたいなこととかなんかやって、それで「どうですかね?」みたいな「どうですかね?」って別に聞かないけど、なんかそこに一緒にあるみたいなことを彫刻もやっていかないとダメかなっていうか。でこの間森美術館トークした時にその小海老隊の人がいて、そこで自分がそのノエさんの作品と撮ってたらおばあちゃんが来て「なんか撮りましょうか?」って言ってくれて「私たちねこれね全然撮る気にならないのよ」って「もう普通にあるから風景になってんのよね」って言われて「あ彫刻だったんだって思う」みたいなことをおばあちゃんが言ってくれたっていうんで、なんかすごいもう涙出るぐらいちょっと嬉しかったですね。それはそういうふうに思ってくれるんだったらよかったなみたいな。だから普通にあるみたいな彫刻っていうのがいいかなって思うかなっていうか。